皆さんこんにちは。会社で中途採用をするからと、その予算のために今年度の給料を減らされて理解が追いついていない投資家カモーラレです。さて今回の動画のテーマですけれども、日本株のほとんど3月末決算ということで、先日無事に配当の権利を皆様受け取ったかと思いますけれども、配当権利落ちの後ですね、3月の最終日31日は多くの銘柄が前日比値上がりし、好調な相場環境の中でダントツで売り込まれた銘柄がありました。その銘柄、業種というのは海外の投資家から特殊な見方をされているんですけれども、それをご紹介するとともに大きく下がった理由、配当落ちを機に動き出した機関投資家ということで、具体的なデータをご覧いただきながら何が起きているのか知識としてご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。それでは最初にご覧いただくのは31日の銘柄騰落の状況。戻り後暴落という表題ですけれども、日本株多くの銘柄は29日が配当権利の最終日、30日が権利落ち、配当金額分値下がりした株価から始まりますが、ご覧いただいているのは31日騰落率のヒートマップです。30日の権利落ち日から31日にかけて配当再投資の動きも含めて底堅い展開、好調な銘柄が多かったんですが、ご覧いただいている31日の日経平均構成銘柄、赤が値上がり、緑が値下がりを示しております。この中でダントツに暴落している、大きく売り込まれている、緑が濃い、ひときわ目立っているのがこちら、海運の3社ですね。日本郵船、商船三井、川崎汽船となっています。なぜこの海運3社が大きく売り込まれているのか、日時のグラフで5日間の推移ご覧いただきますと、先ほど申し上げたように3月の30日に配当権利落ちということで、この配当金額分各社値下がりしておりますが、実質配当を受け取るので、これは株価が下がっても配当として現金を受け取れるので負けたということではありません。ただその後ですね、30日日中から引けにかけて各社とも特に川崎汽船は大きく株価を戻しました。若干届きませんでしたけれども、仮に3月の29日の引けの値段、ここまで株価を戻していたら、実質配当金額分だけこの日は株が上昇したということになります。しかし先ほどヒートマップで31日ご覧いただいたように、この3社だけは翌日31日には一転して大きく売り込まれました。最も軽微だった日本郵船で 4% 台、川崎汽船に至っては 7% を超える前日比下落率となっています。実際他の高配当の銘柄をご覧いただいても、例えば日本製鉄やエネオス、同じように30日には配当金額分株価が下がって配当落ちしていますけれども、30日の日中から31日にかけては大きく値段を戻している。配当再投資の動きを中心に日本製鉄青のグラフに至っては配当落ちする前の株価を大きく上回っています。同じ高配当の銘柄であっても、なぜ海運の銘柄だけが31日に大きく売り込まれたのか、その動きについてこの後ご紹介していきたいと思います。海運株の特殊な値動き、そのご説明の前提として、まずは海運を取り巻く状況、唯一の支えというのをお話ししたいと思います。海運株というのはコロナ環境になってから大きく利益を伸ばし、非常にキャッシュリッチ、バブルな状態ですけれども、今株主から最も注目されている、ほぼ唯一と言ってもいいほどの評価対象とされているのが高配当、そして株主還元ですね。海運株の大手3社、日本郵船、商船三井、川崎汽船のそれぞれの配当状況ですね。足元の配当利回りの状況、そして日本郵船、商船三井に関しては直近で中期経営計画を出しましたけれども、配当成功に対する目標、さらには1株当たりの配当金額最低のボーダーというのを設定しています。これらのデータを順番にご覧いただきますと、配当利回りについては日本郵船が 16.5%、商船三井は 16.9%、そして川崎汽船 13.2% と3月末の予想配当でそれぞれ株価に対する比率はこちらですね。一番低い川崎汽船でも 13% を超えていると。日本株の中ではとんでもなく高配当な利回りです。続いて配当成功の目標に関して、日本郵船と商船三井は中期経営計画で従来の 25% から 30% に引き上げるという目標を設定しています。そして1株当たりの配当金、日本郵船は最低で100円、商船三井は最低150円出すと。これを聞くとですね、株主からしたら、積極的な株主還元でよろしいではないかと喜ぶかもしれないんですけれども、よくよく考えたらこの2つの話ですね。まず配当成功、目標を引き上げるのはいいことですが、あくまで割合 30% ということなので、会社が上げた利益の3割を配当として還元しますと
いう意味合いですね。今後、業績が下がった場合には配当の規模も連動して下がるわけです。仮に業績が上がれば配当の規模も連動して上がるわけですが、先ほども申し上げたように海運各社はコロナ環境下でバブルな状況になっている。マーケットではこれがいつまでも続くとは見られていません。その詳細にわざわざ1株当たりの配当金最低ボーダーを100円、150円とそれぞれ経営計画で設定するというのは、今後海運の業績が芳しくなくなってもこの配当だけは保証しますよと会社自らが言ってきているようなものです。少し批判的に聞こえる物言いになってしまいましたが、実際海運のバブルの状況をご覧いただきますと、コンテナ船の運賃予想は2022年をピークに大きく下がってきている。すでに下落基調に入っていて、来年再来年にはコロナ前の元の水準に戻りそうということですね。また海運3社の収益に関して前期比推移をご覧いただきますと、2023年3月期に関しては年度後半の第3四半期以降大きく前期比マイナスに転じている。海運を取り巻く経営環境を踏まえるとこの傾向が続いていくということです。このチャンネルでも何度か海運の動画をお出ししましたけれども、実際株価に関してはこれまでのバブルの状況、そして今後業績としては落ち込んでいく方向性というのは当然織り込んでいるわけですね。ここまでの情報をもとにうろたえる必要はないんですけれども、実際株価の推移と比較したときにコンテナの運賃やバルチック指数グラフで比較してみますと、オレンジが海運株の平均的な値動き、青やグレーがバルチック指数やコンテナ運賃の推移ですけれども、経営環境として値下がりが続いていく中で株価だけが高い水準を維持している。これに目をつけているのが外国人の機関投資家です。彼らは日本の海運株に限らず、こちらのグラフでご覧いただいているように株価が不当に高い位置で歪んでいると考えて、世界中の海運株でショートしたいと考えている向きがかなり強いです。が、しかしですね、彼ら外国人投資家がすんなりとショートポジションを構築していけない構図があります。それは前段でご紹介した高配当狙いを中心とする個人投資家の勢力です。簡単な時間軸も交えながらご説明しますと、例えば年明けから3月末の配当落ちにかけて海運株を取り巻く状況どうなっているか、そして配当が落ちた後ですね、4月以降どうなっていくか、正確には3月30日配当落ちしたところからすでに動き出せるわけですけれども、そこで海運株を取り巻く状況。それぞれですね、まず1月以降、3月にかけて、普段から海運株というと非常に高配当だともてはやされているわけですので、多くの個人投資家がNISA枠を中心に買いたいと考えているわけです。そして3月末の配当権利日にかけて、このチャンネルでは配当直前に配当狙いで株を買うのは意味がないと再三申し上げていますが、世の中の多くの不当な記事に煽られて、やたら直前にかけて個人投資家は投資を燃やして一生懸命高配当株を買う傾向があります。そういった環境の中では外国人の機関投資家はそっとしておこうと、本当はショートしたいんですけれども、なかなか手が出せないという状況、静かにしているわけですね。ただ3月末一旦配当が落ちると、今度は機関投資家が威力を発揮してきます。どんどんとショートしていこうと考えるわけですね。なんなら配当が落ちた翌日、翌々日というのが、最も配当狙いで買いに来る個人投資家が少ない。しかも配当再投資で値段が少しでも戻るようなら、これはショートする絶好の機会と考えるわけです。この個人投資家と機関投資家のせめぎ合いのその証拠となる一番わかりやすいデータがこちらですね。青のラインが海運3社の株価推移、そしてピンクのラインがレンディングの株数の規模ですけれども、レンディングと言いますと株の貸借ということなので、株を借りてきて空売りをしたいと考える人が増えると規模が膨らむもの。つまり基本的にはレンディングの規模が増えると株価は下がりやすい、下押しの圧力がかかる傾向にあります。まず青のライン、株価の推移ご覧いただきますと、3月29日の権利最終日にかけて徐々にじりじりと底堅く上がっている。一方でピンクのライン、レンディングの規模に関しては2月以降頭打ちに落ち着いてきている。そして3月末、権利最終日や配当落ちにかけて徐々に動きが生じ始めて、極めつけは3月31日、レンディングの規模が急激に伸びています。一旦3月29日の権利最終日に株を返却していますけれども、配当落ちの3月30日、31日にはそれを上回る規模で再び借りてくる。そして空売りをかませるということですね。そしてこの31日に急激にレンディング株数を増やした、一生懸命株を借りた金融機関というのがゴールドマンサックスと
バンクオブアメリカという先になっています。いかに外国人投資家が海運株に対して先ほどご紹介したようにショートをかませたいと考えているか、この行動からもお分かりいただけるかと思います。ということで今回は最も高配当の部類となる海運株について取り上げましたけれども、足元の相場環境の中でもう一つ考えたい軸となるのが景気敏感株かどうか、景気に対する株価の感濃度が高い銘柄なのか低い銘柄なのかというのも軸として持っておきたいポイントですね。なぜ海運株が外国人投資家にショートポジションの餌食と捉えられがちなのか。それは今株価を下支えしているのは配当や株主還元であって、業績に関しては今後上がり目が見られないからということでターゲットにされているわけです。基本的にはコンテナ価格の推移や海運の経営環境バブルというのは株価にも織り込まれていますし、少し触れましたけれども、世界の海運株の中では日本の海運株というのは過熱感は相対的にそこまで高くない。むしろ PBR も1倍割れてますし、今回ご紹介した構図というのも一時的なものとして知識を把握していただければと思いますが、その他の業種に関して配当利回りの高いもので言いますと、今アメリカを中心に少し混乱気味の銀行株、規制強化の話もありますね。さらには鉄鋼、エネルギー関連も配当利回りは高いですけれども、景気感濃度も高めの業種。一方で配当利回りが低くて景気感濃度が高いこの位置にある株というのは成長株が中心となってきます。別の動画でもお話ししましたが、景気後退の懸念など払拭されてくればこのあたりも注目になってきますが、まだもう少し慎重に行きたいという場合にはこちらの配当利回り高めでも景気感濃度はそこまで高くないエリアの株の方がかなり保守的にいけるんではないでしょうか。通信関連、インフラなど、さらには小売などの内需関連ですね。業績や配当が安定的な銘柄というのを拾っていきたい環境かと思います。今後この4分位に関して株価のパフォーマンスやボラティリティ、ブレの大きさというのをデータ分析してご紹介していきたいと思いますので、ご関心ある方はチャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。